Is it this way or this way? Which way should we go? 見てください、この無様な姿。失礼、私の親愛なるパートナー、タフティコです。今週の彼女、ちょっと荒れてるんです。新しいプロジェクトを始めたのはいいけれど、周りと自分を比べて勝手に落ち込んだり、本当にこれでいいのって理屈で自分を説得しようとしたり、まさにバリアント空間の大海原で迷子状態。I can't take it! I've run out of strength! What if we're going in the wrong direction? 魂は目的地を知っているはずなのに、理性がおしゃべりを始めたせいで心のコンパスが狂い出しちゃったみたい。でも大丈夫。タフティコは今からこの嵐を鎮める究極の舵取りを思い出すはずだから。今週は私たちが自分の人生という船の主導権をどう握るか、その秘密を紐解いていきましょう。同級生のあの子、いつの間にか起業して年商1億。こっちのインフルエンサーは豪華客船で世界一周。それに比べて私はしがないフリーランス。仕事に忙殺されて部屋の掃除すらできない。私って生きてる価値あるのかな。またそうやって世界を2つに分けるのね。軽く目を閉じて、あなたが抱える劣等感を頭の中で流します。欠けているところ、足りないところ、他人よりうまくできないこと、そこにあなた自身の長所を重ねます。得意なこと、自然にやっていること、昔から続いていること、そのスクリーンをあなたの長所でいっぱいにしてください。そんな映画のコマの中でいきましょう。企画はいつも二択を作る。部営化したか、他人との比較をやめて、あなたの長所にフォーカスすれば劣等感は解消できる。本日の宣言。私は世界を2つに分けている瞬間を観測します。私は自分の欠点を長所でカバーします。よし。この本に書いてある舵の取り方は全部暗記した。天才航海士が書いてるんだから間違いないよね。熱心ね。それで目的地には近づけた？手を閉じて自分自身に質問をします。私は本当はどうしたい？私はどんな形なら作れる？私は何を基準に選ぶ？答えは外にはない。自分で答えを手にするという意図だけを持ち続けて、浮かんでくる直感をそのまま受け取って、天才の作品が魅力的なのは、彼らが自分自身に嘘をつかず、魂のイエスだけで選び続けているから。あなたにもあなたの基準がある。私は自分の中に答えを見つけます。私は自分自身のスタンダードを確立します。この資格さえ取れば
将来の不安も解消。周りも絶対いいよ。って言ってる。なのに、いざペンを握ろうとすると、なぜか急に換気扇の掃除を始めたくなっちゃうんだよな。メリット、デメリット、条件、法律、紙に書き出す。よし、納得。これで進めるはず。ちょっと待って。今、自分を一生懸命説得してイエスと言わせようとしている。それなら、魂の答えは、ノー。異性は正しさを並べる。魂は一瞬で答えを出す。本日の宣言、いくよ。私は自分を説得するのをやめます。私は魂の心地よさを基準にします。エールナ。この間デートした彼さ、すごくいい人で、優しいし、いい会社に勤めてるみたいだし、お店のセンスもよくってね。ルンルンだったはずなんだけど、今日、次のデートのお誘い来てさ、なんだろう、気が乗らない。どうしよう。断るのはもったいないし。それ、もう答え出てる顔してるわよ。最近あった出来事を一つ思い出して。これは正しいはず。条件は悪くない。で頭で理由を並べた場面。その時体のどこかに小さな重さや違和感はなかった。それを無理に消さなくていい。直さなくてもいい。ただ、その感覚がどこにあるかだけ見てみて。それが、理性が静まった後に残る魂の反応。異性が喋り続けている間は、その声は聞こえない。考えが尽きた時に、魂の反応は静かに残る。今日の宣言。私は静かな感覚に気づきます。私は魂の声に耳を傾けます。5時におさゆ。次は瞑想してストレッチ。それから散歩して、勉強して。あれ？次はなんだっけ？眠いけど、成功者はみんなこれを習慣にしてるって言うし。頑張らなきゃ。あなた幽霊みたいな顔になってるよ。それ、誰の人生をコピーしてるの？それはファッションや名声で着飾った借り物の目的。他人の幸福を真似しても、あなたの魂はちっとも喜んでいないよ。軽く目を閉じて、目的を達成した自分の映像を頭の中で流しましょう。誇らしい気分、それともまだ頑張らなきゃいけないような負担を感じる。少しでも重いなら、それはあなたの目的じゃない。知らない誰かから借りた目的かもしれない。もし、その未来が自分にふさわしいか不安に思うのなら、その不安は映像を繰り返し観測すればなくなる。でも、魂とずれた不快感は消えない。義務感で積み上げた成功は魂を消耗させる。流行りの形があなたの正解とは限らない。
今日の宣言、行くよ。私は、借り物の目的を捨てます。私は、自分の感覚を基準に選びます。私の強みは、社会貢献できることは、何も思い浮かばない。早く人生の目的を見つけなきゃいけないのに。私、このまま何者にもなれずに終わっちゃうのかな。頭でひねり出そうとしてる。あなたは本当に理性と仲良しだね。でも、理性の仕事はそれじゃない。静かに目を閉じて、現実的な条件や制限をすべて外して、なりたい自分、なりたい状態、手に入れたいもの、そばにいてほしい人、好きなもの、好きなだけ思い浮かべる。場所、人、状態、時間。その気分で今日一日を過ごしましょう。手を開けたら、知らない場所や見たことのないもので自分の世界を広げる行動を選びます。その時、自分の外側で起こっていることと内側で起こっていることを同時に見てみましょう。心の声に注意深く耳を傾けて、異性の仕事は目的を探すことではなく、魂が目的を見つけたときにそれに気づくこと。今日の宣言。私は異性で目的を探しません。私は絶え間ない祝祭に変えてくれる何かを探しています。結局いつもこうだ。目的は見えたのに、現実の荒波がすごすぎて、どうやって進めばいいのかわからないよ。まだ頭で考えてる。思考が不安で暴れ出すと、この海はどこまでも荒れるのに。異性に新しい仕事を与えるんだよ。頭の中でゴールのコマを描きましょう。あなたが手に入れたい理想の未来の映像です。あなたはどうしてもそれを手に入れたいでしょうか。もしそうなら、願望を確固たる意図に変えましょう。もうすでに達成したものとしてその事実を捉えて、熱望や羨望や、あるいは恐怖や不安が湧いてくるかもしれません。そんな時は異性にコントロールを任せましょう。そして、望まず、願わず意図を続けます。異性がするべきことは、思考をコントロールすること。つまり、舵取り。今日の宣言、行くよ。私は、望まず、願わず意図します。私は、この世界の舵をこの手で握ります。7日間の航海、本当にお疲れ様。見てください。この勇士、週の初めに嵐の中で、あっちかな、こっちかな、なんてずぶ濡れで叫んでいた、あの迷子さんとは思えないでしょう。他人と自分を比べることで生まれる劣等感という名の嵐。理屈で自分を説得しようとした時に感じたあの胸の重し。
それらはすべてあなたが自分の人生の舵を外側に明け渡していたサインだったの。魂は理屈でおしゃべりをしない。ただ一瞬の心地よさや違和感で進むべき道を教えてくれる。もし自分を一生懸命説得しなきゃいけないなら、それはあなたの目的じゃない。今もう一度舵を握って、手段に固執するのをやめ、ただ魂の声に従って。異性の役割はその光から視線を外さず、淡々と舵をさばくこと。さあ、余計な思考を捨てて。あなたの船は今あなた自身の意図によって目的地へと進み始めている。今週のポイント。57日目、他人との比較をやめて自分の長所にフォーカスすること。58日目、自分自身の中に答えを見つけること。59日目、自分を説得するのをやめること。60日目、魂の声に耳を傾けること。61日目、自分の感覚を基準に選ぶこと。62日目、人生を絶え間ない祝祭に変えてくれる何かを見つけること。63日目、理性で糸の舵を取ること。世界の舵取りマニュアルはあなたの中だけにある。一緒に見つけていこうね。Welcome back. 筋トレは継続が一番の近道。筋トレトラッカーを作ったから、印刷して手帳に挟んだり、グッドノートに読み込んだりして使ってみてね。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、通知設定もよろしくね。コメントやご意見箱からのご意見ご感想がとっても励みになっています。よかったらノートも見に来てね。また次回の動画でお会いしましょう。それでは、またね。